では、VT グラフの面積が移動距離だってことを解説します。VT グラフの V は速度を、t は時間を表すのでした。VT グラフの面積、VT グラフの面積っていうのは、このグラフ、線と、まっすぐ下に下ろしたこの線と、あとは横軸、これに囲まれたところ、これに囲まれた面積を VT グラフの面積と言います。VT グラフの面積は、その物体の移動距離を表します。ちょっと三角形のままじゃ難しいから、こんな風に VT グラフがまっすぐ、ね、つまり一定の速度で動いてる、ね、VT グラフがまっすぐの場合を考えましょう。この時の VT グラフの面積は、このピンクで示した四角い部分です。このピンクの四角の縦の長さは速度の大きさ。横の長さは経過した時間の大きさ。つまり、この長方形の面積は縦かける横で求められるから、縦が速度、横が時間。確かに、この面積は速度かける時間、つまり距離、移動距離になってるね。実は、この VT グラフの面積が移動距離になるってことは、四角の場合に限らず、どんな VT グラフの面積でも成り立つんだ。こんな三角形の場合も、VT グラフの面積、このピンクの三角形の面積は、移動距離を表すことになるんだ。三角形の面積は移動距離を表してるんだね。今回の話とは少し関係ないけど、この VT グラフってどんな運動を表してるかな？時間が経つと V が大きくなる。もっと時間が経てばもっと V が大きくなる。つまり、どんどん速度が大きくなるような運動を表してるね。つまり、ずーっと同じ速さで走る車の進んだ距離は、小学校の時に求めたかもしれないけど、どんどん速くなる車が進んだ距離って、よく考えてみれば、求めたことがないよね。実はみんなはここで初めて加速する車、加速する物体の移動距離を求めることができるようになったんだ。VT グラフの面積を求めるという方法を使うことによって。では問題です。以下の VT グラフのように運動する物体があります。10秒後までの移動距離を求めてください。0秒から10秒経った時にどんだけ進んだのかなっていうのは、この三角形の面積からわかります。では、この三角形の面積を求めてみます。底辺が10、高さが5。なので、10×5 割る2で25メートル。この物体は進んだことになります。10秒間で。なんで VT グラフの面積はどんな形でも移動距離を表すんだろうか。これも非常に難しいけど、例えばこの台形の面積、ね、この台形の面積、一見台形に見えるけど、この台形は細長い四角の集まり。これ3本しか描いてないけど、細長い長方形の集まりとして、この台形を描くことができる。今回はちょっと適当にね、書いてしまったけど、この細長い長方形の細長さを極限まで小さくすれば、この台形の面積に限りなく近づいていく。まあそんな風に極限とかね、限りなくっていうのを、やっぱり、真面目に議論したのはニュートンです。ね、これは、つまり、積分と同じ考え方ですよね。つまり、高校では習わないけども、こんな風に、ぐにゃぐにゃにね、速度が変化するような場合も、やっぱりこれが VT グラフなんだったら、その VT グラフに覆われる
面積。その面積は、やっぱり移動距離を表す。なんでかっていうと、どんな形をしていても、それはとっても細い長方形の集まりだと考えられるからです。その VT グラフがどんなグラフであろうとも、細かく長方形に区切って、速さかける時間、速度かける時間を繰り返すことで、どんな面積でも出すことができる。そしてやっぱりそれは速度かける時間、距離を表すことになるんだね。